はい、どうもはじめまして、バンプです。今回はラビリンスについて解説していきたいなと思います。今回ね、このマップをお借りしながら紹介できたらなと思います。ラビリンスという新マップ、前提タスク、今回のイベントのタスクをクリアしていくと、こういうね、カードキーがもらえます。ラビリンスのアクセスキーというもの。これを使って、昭和ラインの地下、西棟の地下のところから入っていくというマップになっています。現在はね、トランジットでしか対応していません。このイベント後にこのマップが追加される、タルコフに公式的に追加されるということはね、確定はしてないんで、まだね、今回のイベントだけのマップかもしれません。このね、ラビリンスの基本情報だけね、先に紹介します。このラビリンスの情報としては、最大プレイヤー参加人数が5人になっています。だから5人じゃない時もある。2人3人とかしか湧いてない時もあります。フルで湧いてたら5人。ということは、フルパでこのマップに入ることができれば、皆さん、味方になります。で、同じところで湧くんじゃなくて、こんな感じで、1、2、3、4、5とね、場所が書いてるんですけど、みんなバラバラで湧きます。だから、フルパーティーメンバーで一緒に入っても同じところで湧くんじゃなくて、こういうところどこか、この5箇所のどこかに湧くという感じになっています。このマップ、ちょっと特殊なマップになっていて、すぐにね、この真ん中のエリアに漁りに行けるというわけじゃありません。湧いたマップにね、謎解き要素、ギミックがあります。その謎を解いてクリアすると、ここのね、場所から出れるという感じになっています。一番で言ったら、ここのね、部屋がいっぱいあるんですけど、この中に、どこかに鍵が隠されているから鍵を見つけて出てくださいよという、エリアになっていますね。で、2番に関しては、ガスが出てるので、そのガス、通れるためにガスを止める装置を見つけてくださいっていう感じです。はい、3番に関しては、2番と同じような感じですね。で、4番は、トラップが、ショットガントラップで即死要素とかもあったりして、それをね、どうかいくぐるかっていうのを考えながら、やるギミックになっています。はい。5番の方は、毒沼みたいなのがあるんですけど、毒沼をね、触れてしまうと死んでしまうのですが、それをね、どうすれば出れるのかというのをね、自分で考えながら進んでいくというマップになっています。こんな感じでね、特殊なギミックをクリアしたら中にね、美味しいところに入っていけるというマップになっています。で、ここのギミックの方をね、解説してる動画も別に上がってますんで、自分で楽しむのでもいいですし、もうわからないとか、もうやる前からそう死んでしまう可能性があるんだったら、死にたくないって方はね、その動画を参考に見ていただけると嬉しいです。そしたらね、次、ラビリンスの脇、スポーンする敵について紹介したいと思います。このね、真ん中のエリアのどこかに、絶対にね、タギラとキラが湧いています。絶対にじゃないね。スカブとタギラが湧いています。これね、キラいない時もあるんだよね。タギラとキラがボスとして湧いています。で、タギラさんはね、この今回特殊ボスになっています。ミノタウルスの格好をした、斧を持っているやつだね。殴られたら即死になります。で、いつもつけている頭のなんだあれ。頭の仮面とは違って、もう頭全部を守ってるレベル6のアーマーをつけているミノタウルスの仮面になっています。アーマーに関しては一緒だね。で、HP もね、多分ちょっと多いね。めちゃくちゃ死ににくい、カッチカチのタギラになっています。あとはキラはいつも通りという感じですね。で、ここの中にスカブが湧くんですが、計9体ぐらいかな。同時湧き。9体、10体、ぐらい湧くんですけど、スカブに関しては、めちゃくちゃ強いです。レイダーみたいな装備しています。AI も最強ですね。なので気をつけてください。で、特徴としては、一回見つかると、めちゃくちゃ詰めてきます。タギラ、キラ合わせ、そのね、スカブたちがまずね、もう一気に詰めてきます。僕はね、このギミックの方まで逃げたんですけど、ギミックの中まで入ってきて追われましたね。だから見つかるともう次々に来るんで、結構ね、段数の多い武器を持っていくと、楽かなと思います。結構マガジン数少ないとね、もうなだれ込んできて対応できずに普通に負けます。そのぐらい強いですね。難易度的には多分ラボよりもね、難しいと思っています。一番難しいマップになってるんじゃないかなと。で、これね、迷宮、ラビリンスってことでね、結構入り組んでるマップで、覚えるまではね、ちょっとなんだこのマップって思うと思うんですが、思ったよりね、覚えてしまうとめちゃくちゃ簡単です。簡単っていうか狭い。
マップになっています。真ん中にね、でかい広場があって、その周りにね、小部屋がいろいろ繋がってますよという構造になってるんですけど、結構狭いね。もう覚えてしまったら。で、ここね、一つの頭に入れてほしいのは、この迷宮、謎解きしている間も、奥のね、扉は鍵がかかってるんじゃなくて、普通に開けれるんだよね。このギミックって通れなくなってるところを止めていけっていう感じのギミックになっていて、奥を解くのが遅すぎると奥からスカブだったりプレイヤーがドアを開けて、撃ってくる可能性があるということだけね、頭に入れておくと、わかりやすいのかなと思います。そしたらね、次はこのラビリンスの、レイド時間になるんですけど、レイド時間の方がね、40分になります。40分スタートです。そして、出口の方が、2箇所あります。このね、The Way Up っていう、この W って書いてる、ここね、誰でも出れる出口になります。その代わり条件としては、レイド始まって15分経たないと出ることができません。あと、もう一つ出口があって、これはね、アリアドネっていう名前の、鍵のついたドアが、出口があるんですよ。ここは時間指定はなかったはずです。で、これどうやって出れるかというと、スカブだったり、ボスとかが鍵を持っています。高確率でね、保有しているので、倒した後に漁ると、このね、アリアドネという、1分の1の鍵がありますので、それを持ってると、ここで消費すると出れる。15秒かな ?15 秒ほどで出れると思います。で、もう一つね、鍵があって、1分の1。これもね、動画では出したんですけど、めちゃくちゃうまい鍵になってます、ここ。で、このルームキーに関しては、ボスが持っていたり、今回ね、このね、番号が記されている1、2、3、4、5、6というね、この6箇所にスポーンがあります。これはね、確定で湧いているのかがわからないんですが、このどこかを見ると湧いているという話です。1、2、3、4、5、6。いろんなところからね、見て通るときは絶対見てください。で、このマップにもあるように、このスピーカーマークみたいなのあるじゃないですか。こんな風に1、2、3、4。4箇所、5箇所あるか。ここと、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 ここ。これね、何かというと、マップのこのね、赤い点線部分になっている広場に入ると、ブザーが鳴ります。アラームが鳴るんですね。ちょっとこれをね、バッと出しておきます。動画とかで。ブーン、ブーンって音がね、鳴り響くんですよ。これが鳴ると、多分ね、スカブが湧いてきたり、一気にね、鳴らした人の方に寄ってくるというね、性質を持っている、アラートになっています。めちゃくちゃうるさいです、このアラート。なので、ここのボタンを押しておくと、その音が鳴らなくなる。途中でミュートできるという場所になっています。なので、ここのボタンを押さずに入ってしまったらアラートが鳴る。鳴った瞬間、プレイヤーが入ったなっていうのがわかります。なんで、壁についてるパネルみたいなものを先に押しておくと、ここが鳴らずに、入った時にね、鳴らないみたいな、鳴らないという、なんかミュートすることができます。なんで、絶対にね、中入る際は、ここのね、ミュート場所が5箇所あります。1、2、3、4、5箇所。この5箇所あるので、しっかりとね、ミュートのボタンを押してから中の中央広場に入るようにしてください。これね、最初の方マジ分からずパッて入って、一気にね、なんか標的にされて追いかけられてみたいな。弾数足りずやられるってことが結構多かったので、これはね、ミュートした方がいいです。で、ここのね、オメガマークみたいなのがあるんですけど、2つ。ここはね、お供え物みたいな、牛が、ミノタウルスのなんか石像みたいな、生贄のなんかものがあります。その周りにね、貴重品だったり湧いてたりという感じですね。で、今回、このラビリンス、めちゃくちゃ美味しいマップなんですが、脇場所としては、一回行ったらわかるんですけど、こういうね、部屋の角に全部脇があります。この小部屋一つ一つの部屋の角に、全部にね、脇があります。で、ここの真ん中のね、なんか、パソコンエリアみたいなメインエリアがあるんですけど、ここがめちゃくちゃうまいね。めっちゃ落ちてる、いろんなもんが。正直どこもうまいね。全部の通路、行く部屋全部めちゃくちゃうまいっす。覚えておいてほしいのが、後脇があります。残り時間14分経った後だったり、これね、時間指定がよくわかんないんだけど、なんか14分経った後なのか、何かをきっかけに、急に後脇してきます。だからスカブとか全部、ボスとかも処理した後でも、またね、湧いてきます。だからそこだけね、気をつけてください。タギラが2体目が湧いてきたみたいな噂もあるので、皆さんね、
それはもうバグかもしれんけど、もうバグ治ってて、もうそれね、湧いてくることはないかもしれないけど、そういう話もありますんで、タギラ倒したからといって、長い間ずっといると、スカブ・オア・タギラがね、また湧いてくる可能性もあるので、キラが目の前で湧いてるね、動画を見たことあるんで、僕。多分ね、後湧きめちゃくちゃあります。だからそこだけ気をつけてください。全部処理したからって、油断しないでくださいね。最後にね、PMC の接敵率について紹介したいと思います。基本的にぶつかるのが、この145。このね、145で湧いてたちが結構ね、3人が当たりやすいですね。で、次にこれ3、2のこの2人組がね、結構当たりやすいと思います。パーティーメンバーで、まあ、フルパでいけなかった場合、味方にその番号を聞いて、2、3の2人組だったら結構安全。序盤は安全かなという感じです。もうこの2つがね、もうバトル必須なんで、ここの2、3は。で、1、4、5は、マジで危ない。で、4番に関しては挟まれる形になるんで、結構やばいっすね。で、4番で湧いた方は要注意。まあ、どっちか、1か5どっちか潰さないと、多分ね、戦闘はね、免れないんじゃないかなっていう感じです。でソロの方は4番湧いたら、うわー、これやべえ脇だと思ってください。右と左の。で、1番の方は、まあ、正直、早め、最速で鍵見つけて出れたら、この左だけね、警戒しとけば、大丈夫です。PMC に関してはね。スカブがこの辺いるんで、そこも気をつけないといけないんだけど、まあ、左のここの通路。まあ、マップで見たら右なんだけど、まあ、この、いつもこれプレイヤー目線で行くと、左側のこの通路だけ見て抜ければ、ここの角度いけるのかな。4番の人が手こずってたら、1番の方もすぐパパパッと鍵見つけて出て、左の抜けて、ここの通路ね、押さえてれば1キルできると思います。扉から出てくるやつ。多分1番の方が早いんじゃないかなと思うんで。で、4番は多分ね、一番狩られやすい場所なんで、そこだけ頭、認識持っていてください。で、5番の方は、まあ、右側に行けばね、この車線ね、先頭通せるんですけど、まあ、左に行けば比較的安全なのかな、という感じですね。こので行って左向けてっていう感じで行けば。まあ、3人は、敵同士だったら、まあ、戦ってくださいって感じ。ここから出てから、はい、撃ち合ってください。2番も撃ち合ってください。場所的、謎解きの速さ的にも多分同じぐらいなので、まあ、距離もね、近いですし。なんで、そこだけ。で、ここら辺でね、戦闘起きること多いね。まあ、中央広場でね、起きること、まあ、もうあるんですけど、まあ、はじめね、スカブだったり、タギラとか処理しないといけないんで、まず起きるのが、まあ、23のこのエリアと、14のここのエリアが起きますね。なんか5番はね、結構安全な気がする。14がいつもここで喧嘩してる。打ち合ってるイメージです。はい。まあ、簡単にね、ちょっとその PMC がよく接敵する場所を紹介しました。まあ、ここが多いね。まあ、右左。広場で戦うっていうよりは、まあ、ほんとこのエリアと、ここのエリアが本当に PMC 度の接敵が多い場所になってますんで、気をつけてください。はい。以上ね、今回ラビリンスの情報、こんな感じになっています。まあね、僕今紹介してるとき、まあ多分動画もね、この PMC で僕が言ってる時の動画もね、付随しながら多分編集してると思いますので、まあこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしたら皆さんもね、ラビリンスクリアしてアチーブメントを獲得しましょう。そしたらまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも